西島真二です。私は1991年から1994年まで、日本のテレビ局のソウル特派員をしていました。でちょうどその時に日本と韓国の間で一番大きな問題だったのは慰安婦の問題です。キム・ハクスンさんが自分の過去を名乗り出て、日本との関係はとてもクローズアップされた時代です。今回出た「標的」という映画ですけども、ちょうどその時期に朝日新聞の記者がこのキム・ハクスンさんの話を伝えたことが、それから20年以上経って、捏造記事だという汚名を着せられたことをテーマにしています。私が同じ時期に同じことを書いていても捏造とは言われませんでしたが、朝日新聞社だけが捏造記事と言われるようになりました。非常にやっぱりこれは異常なことだと思いました。したがって、この異常なプレスに対するバッシングをですね、映画として、扱おうと思いこの映画を作りました。もちろん朝日新聞社だけが標的になったということではなくね、当時取材をしていた他の新聞社、他のテレビ局も当然同じ内容を伝えていたわけですから、標的にされてもおかしくなかったわけですね。で、ただ特定の新聞社だけが標的にされたということに対して、僕は日本の国家的なですね、ある種の陰謀があったと思います。それは政府に批判的な新聞社を攻撃の対象に標的にすることによって、多くのメディアに対して圧力をかける、威圧する、そういう国家の思いがあったような気がします。それで、こうした陰謀というのをですね、きちんと記録したいと思って、映画を作ったわけです。ただこういう映画を作っている過程でさまざまな妨害や嫌がらせというのは当然予想されました。実際にそういう嫌がらせも経験しました、受けました。でもこういうバッシングを受けた朝日新聞の記者などやその家族の受けたですね、妨害に比べればこれはまだ大したことではないし、実際に標的になった人たちがきちんと前向きにですね、攻撃にひるまないで生きているところを見るとですね、自分もこういう妨害にあってもきちんとこの映画を伝えていきたいなというふうに考えています。初めて釜山国際映画祭に参加したんですけども、実際にここに来てみて若い人たちがたくさんこの映画に関心を持ってくれたということにとても感動をしました。そして映画が終わった後でそういう若い人たちがこの歴史の問題について非常に熱心に話をしてくれた。そして映画の内容を評価してくれたことについてとても嬉しく思いました。なかなか日本ではこういう若い人たちの声というのは、特に日本では若い人が歴史に関心を持たないことがあるんですけども、この韓国では非常にそういう人たちが前向きにこの映画の内容を捉えてくれて、それがとても嬉しいと感じました。今日本と韓国の間の関係は決していいとは言いませんけども、僕は当時韓国に特派員としていた頃、今よりももっと関係は良かったと思います。で、今関係が悪くなったのは日本の人の多くがですね、歴史を正しく理解してないことが原因だと思います。僕はこの日本と韓国の関係が良くなるまず第一歩はまずお互いを知ること、歴史をきちんと知ることだと思います。そしてその次にその歴史を忘れないことが大事だと思います。こういう映画の中でその歴史の真実をきちんと
記録したこと、これに対して、多くの人がこれを見てもらってですね、お互いを知ること、お互いそして歴史を忘れないことということについて、考えていただければ本当にいいと思います。本当に韓国で上映できたことを光栄に思っています. 극한은 때때로 역사를 바꾸려고 합니다. 과거의 사고를 자신들의 형편에 좋도록 고쳐쓰려고 합니다. 혹시 신문 기자가 자신들의 기대와 다른 내용을 그 기사로 하면 그 기자는 공격의 타겟, 공격의 표적이 됩니다. 일관스럽지만 이것은 그 일본의 사실, 그 일본의 현실입니다. 올바른 역사, 한국과 일본 사이에 올바른 역사를 올바르게 정할 수 있다. 그런 사회를 실현하고 싶어서 그 영화를 만들어줬습니다. 감사합니다.